夜に見るには最初の話からちょっと重さがあるわね。そんな予感するじゃん。でも気になるの多そう。じゃあまずは円の動きから行くのだ。東京の市場、今日は円を売る流れがまた続いたのだ。円を手放してドルを買うってことね。人気のある方にお金が寄っていく感じよ。アメリカで金利が上がる見方があると、ドルの方が持っていたくなるじゃん。金利差ってそんなに効くのだ。預けた時の増え方の差よ。そこが開くと円はちょっと選ばれにくくなるわ。同じやることでもポイントが多い方に人が集まるみたいなもんだよね。なるほど、円の見え方が弱くなるのだ。それに政府や日銀が動くかもって警戒もあるのよ。市場介入なのだ。急な円安を止めるために円を買う動きのことなのだ。急に止めるってカーブの先に段差があるみたいで怖いじゃん。だから今はどこで動くかを見ながらみんな神経質なのね。午後5時時点では1ドル162円16銭から17銭だったのだ。数字だけ見ると小さく見えるけど、毎日の買い物だとじわじわ効くよね。海外のものは上がりやすいし、旅行の予算も変わるわ。ユーロに対しても円安が進んでいたのだ。うわ、一つ下がると別の通貨にも連動しやすいんだね。そういう意味で円だけの話じゃ済まないのよ。みんなは円安と円高どっちの時にびっくりするのだ。あーしは海外の通販見るときかな。値段見て固まるじゃん。私は買い物前に相場を見てため息が出る方ね。次は熊本の熊川鉄道なのだ。止まっていた区間で試運転が始まったのだ。第三セクターって国や県と民間が一緒にやる形の鉄道会社みたいなものよ。地元で支える路線って感じじゃん。復旧したら毎日の足が戻るのは大きいよね。6年前の豪雨で球磨川の橋が流出したのだ。全線およそ25キロのうち止まっていたのは約6キロだったのね。6キロって短く見えるけど、そこが通れないだけで全体が分断されるの。もどかしいじゃん。先月できた長い鉄橋、球磨川第4橋梁をゆっくり通ったのだ。長さ390メートル余りね。時速15キロほどで通過したって、随分慎重だわ。それ、文化祭前のリハみたいで好きかも。ちゃんと動くか一個ずつ見る感じだよね。見ていた人も6年待っていたって話していたのだ。待つ側も直す側もやっとここまで来たのね。運転した人が感動したっていうのもすごくわかるじゃん。今後も試運転を続けて9月20日に全線再開予定なのだ。再開の日が決まると現実に戻ってくる感じがするわ。通学とか通院とか日常に聞くニュースだよね。列車が走ると景色まで前に進む気がするのだ。こういうのは派手じゃなくてもちゃんと地域に効くわね。復旧って線路だけじゃなくて気持ちもつなぎ直すんだなって思うよね。次は千葉の風太なのだ。23歳の誕生日を迎えたのだ。レッサーパンダで23歳は本当に長生きね。人間で100歳超えって聞くともう尊敬しかないじゃん。しかも子孫が80頭もいるのだ。子供から孫まで広がって国内で飼育される個体の5分の1が子孫なのよ。一人からここまで広がるの、クラスの人気者が学校全体に広がる感じだよね。2005年に立ち上がる姿で一気に有名になったのだ。写真集まで出てテレビにも出展だったわね。あの立ち姿は印象に残るわ。レッサーパンダってもともと立てるのに風太のおかげでみんなが知ったの。面白いじゃん。動物そのものの知名度まで上げたってすごい力なのだ。高齢で立たなくなっても石像や人形があるのは本当に愛されてる証拠ね。誕生日会ではさつまいもだけ食べたんでしょう。その選び方が可愛いよね。展示エリアに出て端から端までゆっくり歩いたのも良かったのだ。無理しないで。でもちゃんと顔を見せてくれるのが嬉しいわ。アーシもあんな風に長く愛される存在って憧れるじゃん。世界最高齢の記録をさらに伸ばせるか、これからも楽しみなのだ。毎日しっかり食べてのんびり過ごしてほしいわ。ほんとだよね。見てるだけで元気もらえるってすごいよね。ちょい豆なんだけど、風太のいる専用って
東京ディズニーリゾートや成田国際空港がある県なんだよね。風太の話から一気に千葉の顔の話になったのだ。他にも、千葉港とか銚子漁港みたいに、海の仕事も観光も広いのが面白いじゃん。観光だけじゃなくて、物流も強いっていうのが専用らしいわね。県の中だけで見ても、いろんな顔があるのが千葉のいいところだよ。なるほど。風太をきっかけに千葉も覚えやすくなるのだ。今日は、園も鉄道も動物も、全部違う熱さがあったわね。コメントで、どの話が一番気になったか教えて。概要欄に元記事のリンクも置いてあるのだ。次回も一緒に見るのだ。じゃ、またね。